こんにちは、ミニマリスト田中です。地方都市の隅っこで生活費月11万円でゆるく小さく暮らしています。このラジオはミニマリズムで社会のスピードから降りて自分を取り戻すことを大きなテーマに、Kindle 出版で30冊以上の著書を持つミニマリストの僕が無理しない生き方やミニマルに暮らす方法などについてお話ししています。もし共感できる部分があれば、フォローやコメントなどお待ちしています。さて、今日のテーマはですね、優雅なサイドファイヤーはミニマリストの特権だというテーマでお話ししようと思います。皆さん、ファイヤーとか早期リタイアっていう言葉、一度は耳にしたことがありますよね。ファイヤーにすごく憧れるけど、何千万円も貯金するなんて僕には絶対無理ですという人も多いかなと思います。結論からお伝えしてしまうと、ファイヤーを達成するためには大金が必要だというのは単なる思い込みです。実は僕、年収は300万円台なんですけれど、実質的に優雅なサイドファイヤーの状態をすでに達成しているんですよね。大富豪でもない僕が、どうやってその生活を手に入れたのか、今回はその裏側についてじっくり深掘りしていこうと思います。まず最初のポイントとして、ファイヤーイコール大金が必要という罠についてお話しします。世間一般のニュースや本で言われるファイヤーって資産を5000万円とか1億円貯めてその運用の利益だけで暮らすみたいなすごくキラキラしたイメージですよね。でもこれって毎月の生活費が20万円とか30万円あるいはそれ以上かかることを前提にしているからそれだけ絶望的な大金が必要になるんです。つまり都会での高い生活コストや見栄のための支出を維持したままでファイヤーを目指そうとするから、ハードルが天文学的に高くなってしまうわけですね。じゃあ、僕たちのような普通の個人が消耗せずにそこから抜け出すにはどうすればいいか。答えはものすごくシンプルで、生活コストをあらかじめ極限まで下げておくこと。これだけです。ここで生きてくるのが僕がいつも発信している月11万円の生活なんですよね。僕の現在の生活費は月11万円ほどです。東京のような生活コストがどうしても高くなってしまう場所を離れて、地方都市の 1DK にパートナーと2人で住んでいます。移動手段としての車も、見栄を張って高級車に乗るんじゃなくて、軽自動車を生活と仕事の足として使っています。こうやって日々の生活費を月11万円まで下げると、一体どうなると思いますか？なんと、1年間に必要な生活費はたったの132万円になるんです。これなら年収が300万円台であっても生活コストを大幅に上回ることができますよね。何千万円もの大金を血眼になって貯めなくても生活費のハードルを下げてしまえば今すぐ一生働き詰めにならなきゃいけないという恐怖からサクッと抜け出せるんです。これは現代社会における一種のバグのようなものだと僕は思っています。こうやって生活コストを極端に低くしておくと、日々の働き方も完全に自由になります。現在の僕は、ノートを書いたり、Kindle 出版をしたり、Uber をしたり、自分が心の底から好きだなと思える仕事を、1日にだいたい2、3時間ほどするだけです。それだけの短い労働時間でも、生活費の11万円を上回る収入を十分に得ることができています。誰かに理不尽に雇われることもありませんし、満員電車に乗って消耗することもありません。内向型や HSP にとって一番のストレスである人間関係の悩みもほぼゼロになりました。じゃあ、1日2、3時間働いた後の残りの時間は何をしているかというと、大好きな本をのんびり読んだり、丁寧にコーヒーを入れたり、パートナーと散歩をしたり、ただただゆっくり過ごしています。これこそが僕の言う優雅なサイドファイヤーの正体です。大金を稼いでタワーマンションに住むことだけが正解のファイヤーじゃありません。自分の人生の時間を完全に自分の手に取り戻して、心地よい自分のペースで生きていく。こういう静かで穏やかな生き方も立派なファイヤーだと僕は思うんですよね。そういう意味で僕たちミニマリストはある意味で特権階級だなと感じています。ファイヤーしたいけれど自分にはお金がないから無理だと諦めかけている人は、まずいくらあれば自分は不安なく笑って暮らせるのかという自分のサイズを見直してみてください。そして思い切って東京を離れてみたり、
他人の目を気にした見栄の支出を手放したりして、生活コストを小さくしていく。ミニマリズムを取り入れて小さく暮らすことって、ただのケチケチした節約術なんかじゃありません。少ないお金のままで、誰にも邪魔されない優雅なサイドファイヤーをサクッと実現できてしまう最強の特権なんですよね。世間一般が言う普通の暮らしというレールから少しの勇気を持ってひょいと降りてみると、そこには驚くほど身軽で自由な世界が待っていますよ。ぜひ、あなただけの心地よいサイズのファイヤーを今日から考えてみてくださいね。というわけで、今回はミニマリストのサイドファイヤーについてお話ししました。それではまた次回の放送でお会いしましょう。フォロー、コメントいただけると嬉しいです。また、スレッズやノートなど各種 SNS も更新しているので、概要欄も覗いてみてください。ミニマリスト田中でした。バイバーイ。